お前ら、辺野古の話したいのいじめられるからやろ。普段からムカついてる辺野古の活動家が、下手打っちょった、今やって。自衛隊が自民党の党大会に出てきて、歌を歌うことを政治的に中立かどうかという議論から逃げている自民党政権が、同志社の辺野古の平和学習を政治的に中立かどうかを議論してるねんて。昨日までは私の領域だから辺野古の話はしなかったけど、今日からは辺野古の話しますよ。何言うとんねんいう話で。産経新聞がやってること、YouTube のネトヨチャンネルがやってることは、単なるセンセーショナリズムであり、いじめです。言論でも何でもない。これが言論です。僕が YouTube をやっている理由は、YouTube の流行りが間違ってるなと思っているからです。言うとうことわかりますか？YouTube の流行りというのが害悪だと思っているからです。例えばなんですけどね、よくっていうか通常なんですが、よくあるパターンなんですけど、動画のサムネイルの画像あるでしょ？サムネイルの画像って、だいたい誰かの顔写真が入ってるんですよ。僕もやるときありますけども。例えば高市早苗について語るんやったら高市早苗の顔写真が入ってたりね。トランプ大統領の話だったらトランプ大統領の顔写真が入ってたりね。あるいは、それはその時事系だけではなくて、例えば、今ね、僕、配信って外での配信のクオリティを上げるために、新しく USB、これも安いんですけど、USB モデムを買ったんです。で、ここにSIM カード挿してね、通信をするってやつなんです。こういうガジェット系の解説記事でも、解説動画でも、だいたい顔写真写ってるじゃないですか。そう、喋ってはる人の。わかる？で、それがさ、例えば、この商品の使い方を解説する動画にも、だったら、これが大写しになったサムネイルでいいはずなのに、人の顔が隣に映って使ったらびっくりしたみたいな、こんな顔映ってたりするでしょ？あれはね、フロイト的な、フロイト的っていうかフロイトとユングをこんなところで持ち出す必要ないんですけども、幼児は人の顔に反応するという人間のプリミティブな反応を引き出そうとしてるだけなんですよ。ただそれだけのことなんです。で、基本なんですね。で、僕はそれはおかしいと思うんですね。例えば本屋行ってね、メンチンされてる本、あるいは平積みされてる本って、なかなか顔写真が表紙のやつってないですわ。あったら写真集とかそれの類ですよね。どういうことかっていうと、入り口で、帯にね、書いた人の写真が載ってるとかってあるけど、考えたらその学術書から始まり、フランス書院までっていう、この本の知的ヒエラルキーの世界の中で、顔写真が表紙に使われる比率の高さって、逆の相関関係にあるでしょ？その学術書がトップだというのもなんなんだけれども、その知的水準の高いものから低いものの順番と、顔写真が表紙に用いられている比率の高さというのは、正の、負の相関関係にあるでしょ？学術書に顔写真ってないわな。あったとしても、例えば、わからん、ハンナ・アーレントの人生で語られてることがおかしいから、ハンナ・アーレントの評伝を書き直すとハンナ・アーレントの顔写真になるのかもわからん。ですよね。ですよね。なぜかというとね、それは、これをね、こう捉えてほしくないんですよ。顔写真に反応してそれに飛びつくものはバカだと言いたいわけではないんです。なぜならば、顔写真というものは、すべての人間のアテンションを引っ張るもんだから。何が言いたいかというと、逆に言うと、なぜ学術書に顔の表紙がないかというと、知性の邪魔だからです。僕は別に顔写真にアテンションを持っていかれる人がバカだと言ってるわけではないんです。人間は誰しも、ホモサピエンスというのは、ホモサピエンスの顔に反応するようにプログラムされているので、
目の前に富士山の写真と人間の顔の写真並べられたら、目は人間の顔に行くようになってるんです。それが我々の本能的なプログラムです。そうです。生存のためとかね。その性的な意味だけではなくて生き残るためであるとか、いうことです。よく有名な実験ですが、霊長類の、ホモサピエンスだけではなくて、霊長類、チンパンジー、ボノボ、ゴリラの赤ちゃんは、オスに向けて笑顔を傾けるんですって。チンパンジーも、ボノボも、オスの顔が前に来ると、自然と口角が上がって笑顔を振り向けるんですよ。殺さないでっていうメッセージなんです。なんですって。僕が聞いた話ですけどね。で、母親であるとか、他の、メスに対しては、まあ、その笑顔であったり、笑顔でなかったりするらしいんだけど、そういう風になってるんですよね。オスの顔が前に、その霊長類っていうのは、それはなぜかというと、まあ、僕が読んだその研究というか、まあ、僕が読んだ本では、群れという、その、霊長類の群れというものの、オス側の理屈から言うと、なるべくならば自分の属している群れの構成員は自分の遺伝子でありたいから、利己的な遺伝子としては他者の遺伝子を保有している殺しやすい子供をオスは殺しがちだという。知的に何かを理解しようとするときに、顔写真という情報は邪魔になるんですよ。その、顔写真で引っ張られる人はバカだと言いたいわけではなくて、その、顔写真で引っ張ってしまうと、その、顔写真以外の情報が本当は重要なのにもかかわらず、入る余地が狭まってるので、ダメなのね。ノイズなんですよ。その知的なリコグニションに対するノイズになるんですよ。しかしね、YouTube のサムネイルって顔写真ばっかりでしょ？で、実はね、YouTube もね、顔写真を配置しましょうみたいなこと言ってくるのよ。その方が視聴者のアテンションを引きますって言うてきよんの。で、まあ、だからすんねんけど、でもさっき言ったみたいに顔写真にはそういう負の効用があるので、僕は使うべきではないと思うのですね。っていうか、言論に顔写真は不要だと思うんですよ。だって、いらない情報だもん。時事系の話だと思えばいいんです。時事系の話だと思えばいいんですけど、さっき言ったけど、これ今これね、ちょっと今もうめんどくさい開けへんけど、これSIM カードをどこに差し替えたら、これパカッとここ開くんですよ。開けて初めて知ったんやけど、開いたらそこに SIM カード挿すんやけど、これ開けて SIM カード挿すって聞いたから、そう思って買うて、そうして開けて SIM カード挿したんですが、隣にね、SD カードも挿せるようになってんの。マイクロ SD も。SD カードを挿すと、何が起こるのかがわからなくて、説明書に書いてないから。で、俺、ゆうべからこのモデムの解説動画とか見てるわけですよ。これのモデム、何と思って見ても全然見つからへんかってんけど、4つぐらいこのモデムの使い方の動画見たけど、みんな喋ってるお兄ちゃんとお姉ちゃんの顔写真がサムネイルなの。で、情報としてそれノイズでしょ。だっていらないじゃん？これ FS040U っていう製品なんですけど、いらんやん。サムネの段階で。別にその動画本編にその人の顔が映ってんのはそれはしゃあないで。だけどサムネにそれはいらんやん。情報としては。そんなもんお前、今は、令和の時代ですから、製品の使い方わからへんかったらみんな YouTube 見に行くけど、昭和の時代に、テレビでも洗濯機でも冷蔵庫でも掃除機でも何でもいいけど買うてきて取扱説明書をパッて開いたら作ったエンジニアの顔写真写ってるってことなかったでしょ？だって必要ないもん、そんな情報。むしろ積極的に載せたくないでしょ。それ野菜とかではあるけど、それはだって食べるもんやからね。もっと安心が欲しいって意味で乗っけてんねやろうけど。工業製品の取扱説明書に作った人の顔写真必要？でね、と思うとね、その YouTube のサムネに顔だらけというのはね、まあ YouTube も進めてくるんだけど、そのプリミティブなホモサピエンスとしての生理的な反応を引き出そうとする体であって、それが生理的な反応を引き出そうとする体をね、って害悪じゃないですか。
言論としては。だって生理的反応で言論を提供しようとしてるわけですよ。それ本質的に言うと、ねえ、私の話聞いて、私の話聞いて、私の話聞いてってみんな横並びでやってんのに、私の話聞いて舐めるから言うてんのと一緒やで。本質的にやってることは。だから僕はそれをやらないです。僕は極力それをやらないです。で、ちょっとスケベ心を出してやるときがあります。それは今日は大事やから聞いてほしいって勝手に思ってるときです。なので、冒頭申し上げてね、僕が YouTube やってる意味っていうのは、そんな言論ばっかりさ、みんな、言論というのは、出した、マーケットに出した瞬間にみんな、僕の言うことを聞いて、私の言うことを聞いてって言って出してんのに、YouTube 言論の場合は、いかに、生理的反応を引くかというところが、まず競争原理のところに最初に入ってるから、それは言論として歪むでしょうっていう思いがあるから、顔写真を使わないのね。あともう一つチャンネルの概要欄にも書いてますけども、僕普段めちゃめちゃ早口なんですよ。で、YouTube でだから僕疲れてる日とか、寝不足の日とか多分動画早口になってるはずです。あえて、不自然な間を一生懸命頑張って作ったり、普段自分の認識ではですよ。あくまでも自分の認識だけど、普段のおしゃべりのかける 0.5 ぐらいのスピードで話してるつもりなんです。だから普段僕が喋ってる時って大体これぐらいのスピードで喋ってて、これぐらいのスピードで仕事の時とか喋っててね、これぐらいのスピードで人とコミュニケーションを取ってるんだけど、これぐらいのスピードで話するっていうのは、でもこれって YouTube のノリやん。で、これなんでこうやってるか言ったら、俺普段こうやって喋ってる、普段の僕のスピードの話というのは、効率しか考えてないんですよね。で、その効率というものを提供すると、効率を欲しがる人に受け入れられてしまうわけ。でも言論って効率じゃないじゃない。だって一番効率ええのは殺すことやねんもん。そうでしょ？時間が短ければいいと言うんであればね、自分の意見が通るために、極力時間が短く言えば言ってたら、目の前のやつ殺したしまえや。でもそうじゃないんですよ。コミュニケーションの本質、言論の本質っていうのは、効率というものを入れてはいけないんです、本来は。でも YouTube は、早口で喋る。情報がバーッとすごい速さで流れてくる。で、100の事案を10にコンデンスして、その10のコンデンスをパッて投げるということが、なんか、あたかも効率的かつあたかも、なんか素晴らしい方かのように持ってはる。でも、繰り返しになりますが、そんなに一つの意見を他者に伝えるのに、時間が短ければ短い方がいいって言うんであれば、殺してしまえばいいだけのことなんでね。っていうと、本質的に言論というものが本質的に必要とされる土俵を覆す行為なんですよ。効率的にお話しするというのは。で、結論から言えっていうのはね、実を言うとね、結論から言わなあかん時があるんです。それはね、学術書は結論から書いてあります。で、お前ら学術書を YouTube で欲しいと思ってるの？いや、お前らそんなにタイパがええとかさ、いや正直俺の長官チェックもそうですよ。俺の長官チェック聞いてるぐらいやったら新聞公的で読んだ方が早いですよ。もう言うてることがむちゃくちゃなんですよ。そもそもコミュニケーションで効率というものは求めるべきではないし、効率を求めてるんであれば動画見るより本読んだ方が早いねんから読めよって話なんですよ。だからおかしいんですよ。サムネに顔あることとかコミュニケーションに効率を求めてることっていろんな意味でおかしいの。正しい情報が欲しいと思いながら動画回してんのに、ホモサピエンスの顔というホモサピエンスが生理的に反応してしまうフックに引っかかって、そこで早口で喋るお兄ちゃんとお姉ちゃんが出てきて、断言口調で物事言うたら効率的やと思って受容してるわけでしょ。それ言論じゃなくて、シャブ流し込んでるだけです。で、そのシャブ言論もどきで、前回の衆議院選挙がそうであったように、今や有権者の投票行動が左右される状態になってるわけでしょう。それは社会的な害悪ですよね。
からそれは是正されなければいけない。僕が時折、俺は売れなきゃいけないし、俺は売れるはずだというのは、そういう意味もあって申し上げているんです。で、賢がやってる動画見たらええねん。だいたい顔写真使うてないよ。俺のもそうやし、ノーヘイト TV もそうやし。賢のやってる動画って大概そうでしょ。いらん情報なんですよ。で、今日のこの動画のサムネは、俺のシートナウの汎用のサムネなんですね。で、そこはシートナウって字で書いてあるだけです。これ、で、そんなサムネ使わへんかったらええんですよ。なんでわざわざサムネ使ってるか言うたら、使わへんかったら、最初の5秒間の俺の顔が勝手にサムネになるんですよ。それいらない情報でしょ。だからわざわざ汎用のサムネイルを用意してて、それが出るようにしてあるんです。で、まあ、とりあえず俺は、YouTube なんかやる気なかったけど、あえて YouTube やってんのは、だって、どう考えてもさ、昭和38年やったら、言論の主戦場は文藝春秋と中央公論でした。で、昭和64年でもそうでしょ。中央公論と世界と文藝春秋とだったでしょ。で、平成20年でもそうやったと思います。言論のアリーナというのは中央公論と文藝春秋とです。でも今やね、昭和39年、昭和64年、平成20年に中央公論や文藝春秋が担ってた社会的役割を担ってるのは、どう考えても YouTube でしょ。どう考えても。で、その YouTube というのがね、昭和39年とか昭和64年とか平成20年に文藝春秋や中央公論が担ってた社会的役割を YouTube が担うようになってしまったんだけど、YouTube の言論というのは先ほど申し上げたようなものなので、社会的な言論のアリーナのクオリティが、そこが抜けてしもてるという状態ですよ。それは知的に高尚かどうかという話ではなくて、基本的なクオリティコントロールが抜けてしもてるわけですよ。で、俺は、その文藝春秋とか中央公論に参画したいと思ってるだけではなくて、クオリティコントロールをしなければいけないと思ってんの。で、クオリティとしての、意見としての高い低い右左という意味での、水準期ではなくて、少なくともクオリティを保つというのはこういうことですよということを僕は提示し続けたいわけ。俺の言うてることが知的に高いか低いか右なのか左なのか、それは受け止める人の解釈次第だけれども、少なくとも言論として他者に提供するものとしての最低限のクオリティコントロールっていうのは、僕の言論は、それはおしゃべりであろうと、書く言葉であろうと、パスしていますよと。で、パスした言論のあり姿というのは、それが知的に上下、右左どうであったとしても、これぐらいの要件は備えてるはずでしょということを僕は提示したいなと思い続けてるわけですよ。だから、野面で動画を基本やらないんです。長官チェックという形態を取ってるか言うたら、転居があり、僕の喋ってることは転居があります。ってことを示すためですよ。言論としての当然のクオリティというのは転居のあることですよね。で、これ長々とこのお話をしたのはなぜかというと、ここをご理解いただけないと、こっから先の話がご理解いただけないなんですけど、ものすごくここ重要やったんです、この前振りが。だとするとね、言論の高クオリティな、それが右、左、上、下、どっちでもいいですよ。ただ言論としての最低限のクオリティを達成するためには、達成した言論のあり姿としては、辺野古の転覆事故なんて人前で語れないんですよ。で、また立花隆の長期交留が是か非かなんて語れないんです。てか語るべきじゃないんです。それは辺野古の活動家はみんなアホやって言おうであろうが、辺野古の活動家はどうやとか、こうやとか、立花隆はああやとかこうやとかっていうことを、どうそれを評価するかのはるか手前の話で、不特定多数の人に提供する言論として、それは話題としてふさわしいんですかということです。さっき文藝春秋と中央公論の話をしましたが、文藝春秋、昭和64年にタイムスリップして戻ったとしてね、開けたらね、半藤一利がね、昨日カレーライス食べましたって文章を書いてたのどない思う？
あるいは当時文藝春秋に書いてたら、塩野さんは昭和64年はまだ書いてなかったか。いや、もう書いてたか。これ編集者から聞いた話でね、塩野さんの話で好きな話があるんですけど、塩野さんたまにイタリアから日本に帰ってきはるんですよ。やっぱり日本は塩野さんの生まれ故郷ですから、日本を満喫したがらはるんですね。で、ご存知のように、タバコにこんなに厳しいのはアメリカと日本とアメリカと日本と韓国ぐらいですから、あと中国か、ぐらいですからあれですけど、ヨーロッパの人なんてどこでもタバコ吸うてますから、塩野さんも喫煙者なんですよ。ほんだらね、塩野さんがこう日本に帰ってきて、その各出版社がさ、みんな塩野さんの本を出したいわけじゃない。塩野さんの本やったら売れるからね。だからもう、イタリアから数年に一度の帰国、各編集者も出版社の社長レベルの接待になるわけですよ。塩野さんクラスになると。ご飯食べに行くでしょ。で、塩野さんが喫煙者やってこと分かってるから、タバコ吸えるお店に連れて行くわけですよ。で、ご接待ですから、で、食事が終わって塩野さんが、まあ、ヨーロッパ人ですから、もう3分の2以上も塩野さんヨーロッパ人ですから、当たり前のようにタバコに火つけますよね。で、タバコにこうやって加えるんですよ。そうするとご接待ですから、みんなこうライターポって出してきて火つけるんですよ。で、火つけられた塩野さんがタバコ吹いたりと、グラッチェっていうらしい。らしいなぁと。それをその話を初めてとある出版社の編集者から聞いたときに、30分ぐらい笑ってました、俺。何言うとんねん、言って。まあそんな話はどうでもええんですけど、まあじゃあ塩野さんがさ、文藝春秋にさ、まあ塩野さん書いてるのは詩的なことですけども、あれは半藤和俊が渡辺正一がね、隣のおっさんが昨日洗濯したパンツの色が赤かったとかって話とかね、書いたら、と思うでしょ。というクオリティコントロールの基準から考えると、不特定多数の皆さんに自分の論評を聞いてくださいとか、自分の意見を聞いてくださいという時の話題の種として、辺野古の転覆事故なんて扱えるはずがないんです。扱えるわけがないんです。とても痛ましい事故で、その事故の様子や、残されたご遺族のお言葉とかを受けたまわるたびに、胸が締め付けられます。で、もうそこを七点抜刀する、その高校になるまで育て上げた親御さんのお気持ちであるとか、亡くなったご本人の無念さ、怖さ、等々を考えると、もうそこを七点抜刀して読んでるこっちが苦しくなるほど悲惨な事故だし、悲しい事故ではあります。僕はそれがそうであるということを否定しているわけではありません。が、ここから先、よう聞いてもらいたいんですが、その事故そのものに社会的な意味はありません。事故の悲惨さ、怖さ、悲しさ、辛さ、これから前途有望な若い子が亡くなったということの悲惨さ、社会的損失等々から考えると、辺野古の事件は痛ましい事故だけれども、事故としてはこの間の東北道のバスの事故と一緒です。これは東北道の事故ありましたね。むちゃくちゃな運転手を部活の遠征で雇って、あれ2人死んだんやったっけ？高校生が。1人亡くなってんのか。あれも悲惨です。聞いてると、1ヶ月の間に5回ぐらい交通事故起こしたんでしょ、運転手。で、どうも、運転させようと思って、そのおっさんを呼んできよったやつは、事故を起こしがちな運転手やってことを知って、やっとんやろ。なるべく語らないでしょ。報道で見ると、乗り合わせたその部活の子が十何人、その、船に乗っとったんやけど、バスに乗っとったんやけど、十何人バス乗ってる、その高校生の部活の子らが、お父さんとお母さんに、このままやったら死ぬかも、みたいなメール送ってんでしょ？乗りながら。運転があまりにも乱暴やから。で、僕は、その辺野古の話もしてません、これまで。で、その東北道やったか常磐道やったかの事故の話もしてません。もっと言うと僕は、京都の男の子が父親に殺された話もしてません。で、僕は常にそのためにあえてしないということをしてます。
俺、京都のあの事件の話した。俺一言言うただけですよ。昔から子供殺されるっていうのは大体家族やっていうことを僕は冒頭に申し上げてたはずです。もうそっから先は知らんけどないいう話をしたぐらいです。よその家の話やから、よその家の話やねんから踏み込んだんなということで、僕は議論しませんでした。それはさっき言ったみたいに、昭和64年の文藝春秋に半藤一俊が、昨日僕はカレー食べた。隣のおっさんは普段紺のパンツ洗うてんのに、なぜか知らんけど、隣のおっさん今日は赤いパンツ洗うとった。なんかあんのかなみたいなこと書いてたところで、はぁ言うのと一緒です。その事件事故そのものに社会的な意味合いがないからです。不特定多数に言論を提供するという行為は、その瞬間に社会的な性格を帯びています。だとすると、言論というのが不特定多数に提供される物品であるとするんであれば、その物品は社会的な問題性を帯びているという前提に立たなきゃいけないはずです。だから言論でプライベートな話をしてはいけないんですよ。辺野古の事故、常磐道の事故、京都のあの男の子の事件。全部痛ましいですけど、公か私かで言えば、私です。私に属することです。私に属することを言論が進んで言及する必然性はないですし、冒頭申し上げたクオリティコントロールという意味では、厳に慎まなければいけないことです。ここまでが、上下を着て正座してお話しすることです。ここから先は、浴衣に着替えて、へこ帯に変えて、だらんとしていう話やけど、お前ら、辺野古の話したいの、いじめられるからやろ？お前ら、いじめの欲求、誘惑に駆られて辺野古の話したいわけでしょ？お前ら辺野古の話せえ、辺野古の話せえ、辺野古の話を、俺のコメント欄にも見てたら辺野古の話なんでせえへんねん、辺野古の話せえへんねんっていっぱい並んでますよ。でも誰一人なんでお前東北道の事件の話せえへんねんってやつ、誰一人おらへんで。同じ高校生死んでんのに。お前らそれいじめの欲求に負けてるよね。テンプテーションのオブいじめに転んでるだけよね。平和や人権や言うてる左翼が人殺しちゃったイエーイイエーイ言いたいんでしょ？普段からムカついてる辺野古の活動家が下手打っちょった今やって。いや、そういうことでしょ？ほな、お前、なんで辺野古の事件、辺野古の事故をあえて事件って言うてみたりするの？そういう奴らは。ほな、東北道のやつもあんなもん事件やんけ。雇ってきた運転手、前までずっと事故起こしてんの分かってるやつをあえてやってんねん。あんなもん人殺しやんけ。いや、それお前らいじめたいわけでしょ？で、その、いじめやん。いや、別にその俺いじめをやめろ言うてんちゃうねん。なんで、いじめをやめろとこの場合言えないのはなぜかって人の口に戸を立てられへんからね。それこそ私に踏み込んでるから。やりたかったらやってええけど、お前らやりたかったらやってんやったら、いじめや言うたらええやん。ラッキー日頃からむこついてる辺野古の反対派の連中がアホなことしよった。よーし千載一遇のチャンスここで芝居たろうぜっていうのが自分の言論のモチベーションですって言わないと、さっき僕が冒頭申し上げたクオリティコントロールに達してないです。欺瞞です。で、もっと言うとね、逆に言うとね、いじめたくて辺野古の連中をいじめたいんであれば、これはいじめですって看板を上げてやった方が効果的です。なぜか言うたら、そこに嘘がないから。だってそうでしょ？さっき言うたじゃないですか。俺のコメント欄に菅野は辺野古の話をしないっていっぱい並ぶけど、菅野は東北道の事件の話をしないって誰も書いてへんねん。で、辺野古の事故のことを選んだという理由があるんでしょ？俺は辺野古の事故も、東北道の話も、京都のあの男の子の話も、今年に入った社会的事件で、いわゆる社会面に乗る事故で言えばね、俺はそこに一言も言及しないという道を選んだ。で、選んだ理由はなぜかというと、言論のクオリティコントロールとして、私の領域には踏み込むべきではないから。だから僕は全部話をしません。ということで、共通してるんですよ。そんなもんお前、京都のあの男の子の行方不明事件の時なんか、あれ京都のあのことをタイトルに書いてるだけで、なんぼでも再生回数稼げんねんから、商売のことを考えたら喋った方がいいに決まってんねんもん。でもそれは、やるべきことじゃないと俺の中で価値判断があるから、やらないです。で、その、
さっき商売の話したけど、実を言うとその価値判断が明確であるということは、受け手側、今見ている人の安心感にもつながるんですよ。多分俺がね、辺野古の話逆にしてみたり、あるいは京都のあの男の子の話をしてみたり、東北道の話をしてみたりしたら、多分、見てるお客さん、菅野大丈夫かって言うと思うよ。どうしたん？客層ガラッと変わるよね。で、俺はその自分の価値判断に忠実に自分の語らないという形での言論を紡いでいるから、客がついてくるし、客は安心するし、俺というブランドは保てるわけですよ。で、俺が言うてんのはね、いじめをやめろ言うてんちゃうね。いじめなんだから、いじめて認めて、いじめですって言うた方が、お前らの客喜ぶで言うてんねん。俺が自分の価値判断を明示して、だからこれを喋る、これを喋らないということを明確にしているから、俺の客が増え、俺の客が安心するのと同じメカニズムで、辺野古の連中がムカつくからあえて辺野古を取り上げるんですというやつは、辺野古の連中がムカついてるから他の事件事故を捨てて辺野古の話をするんですって言うた方が、お前らは客が増えるし、客にとって製品を提供できるよって言うてんねん。わかる？だってお前らは言論やってるつもりないねんもん。お前らは言論やってるつもりないんだから。俺と違うゲームやってるんだから。俺は言論ということをやりたいわけ。で、お前らがやりたいことは、さっき俺の例え話で言うてんのは、私の話を聞いてっていう時の、みんな、昭和平成初期の頃であれば雑誌の上に私の話を聞いてくれて名前が並んでただけのところで、今は YouTube で人の顔のサムネ使ったりとか、戦場的なタイトルを使うってやってるというのは、それはお前らは私の言論聞いてすぐチンコしゃぶるからって言うてんのと一緒のゲームをやってんねんから、お前らのそのゲビたゲームの中でやるんであれば、ゲビたゲームに徹しろよって言ってんの。俺はそれに参画しない。だから語らない。だからやらない。やる必然性がない。で、まあ、それはまあ思想的なことを言うとね、やることが植民地主義につながるからとかっていう、多分、なんで菅野は辺野古の話をせえへんねんとかいうやつだったら、人生があと59,789回やり直しても到達できない知的水準のレベルの話ですると、喋ることそのものに植民地的構造が滲んでしまうから、植民地主義的な構造から距離を置こうとすると、喋らないということが一番構造に差を刺さないことだっていうこととかね。様々な知的な連立方程式が動いてることは動いてるけども、最も単純なのは、私か公かで言えば私に属する領域のことなので議論しませんです。それは俺が京都の男の子の行方不明事件を語らない理由と、それから東北道の事件のことを語らない理由と全く一緒です。紀州のドンファンの話をしない理由と全く一緒です。で、もっと言うたら皇室典範の話をしないのもそれが理由です。俺が堅くなに皇室典範の話をしないのも、それが同じ。もう全く同じ。すっごい短いスクリプトに変数で代入したら出てくる答えは喋らないということです。公か私か、if else で言うたら、if else then の世界ですよ。もうすっごい単純な分岐。が、この皇室、俺の中では皇室典範、常磐道の事故、紀州のドンファン、京都の事故と横並びである辺野古の事故が、私の領域であったというステータスから機能を持って卒業しました。どういうことかというと、皆さんご存知だと思いますが、辺野古沖転覆文科省が同志社を指導、政治的中立性違反だと。ここで初めて辺野古の転覆事件は、私の領域から公の領域になりました。これは焼却というよりも位相が転換されました。上に登ったってわけではなくて、位相が右と左、左から右に変わったということです。これで初めて政治的問題になったんです。これがいかにアンイーブンか。これはアンフェアです。すっごい意地悪なことしようか。これが See It Now です。辺野古沖転覆、文科省が同志社を指導、政治的中立性違反を初認定。辺野古沖転覆、文科省が同志社を指導、政治的中立性違反を初認定。自衛隊が自民党の党大会に出てきて、歌を歌うことを政治的に中立かどうかという議論から逃げている自民党政権が、同志社の辺野古の平和学習を政治的に中立かどうかを議論してるねんて。今、皆さんが聞かれた菅野保の言葉。これが言論です。
これが言論です。俺の言うてることが正論かどうかは別として、公のものを題材にして言葉を紡ぐというのはこういうことです。戦場的なこと一言も言うてないです。これが言論です。これが問題ない言うてる連中が、これは問題や言うとんねん。それは、行政のありようとして正しいんですかという議論は、社会としてやらなければいけない議論です。言論人がやらなきゃいけないのは、多分そっちの仕事だと思いますよ。現政権与党は、私の領域である自民党の党大会に、私の領域でもあるにもかかわらず、公の機関である自衛隊の人間を招聘して、自衛隊としての公のサービスを私の領域に使った。その連中が同志社の平和学習について政治的中立かどうかということで指導している。こんなちゃんちゃらおかしい話あるんですかっていう問いを立てるのが僕は言論の仕事だと思いますよ。それが昭和64年文藝春秋に書かれるべき、平成20年中央公論に書かれるべき議論ってそっちでしょ。言論、ジャーナリズムってのはそっちの話のはずです。なので、昨日までは私の領域だから辺野古の話はしなかったけど、今日からは辺野古の話しますよ。何言うとんねんいう話で。で、これ、なんか、そのネトウヨ言論に押されて文科省こんなこと言うてるけど、同志社の人賢いからこれ裁判にもししたら、政府負けるよ。明確に憲法違反やもん。この指導が。もう明確に憲法違反ですよ、こんなもん。いや、こんなもん学校の先生方が、それ、あれですよ。こんなもん明確に憲法違反ですよ、こんなもん。教育現場における、文科省の管轄する教育現場における、明確な政治的中立の違反事例というのはこれです。安倍総理頑張れ、安倍総理頑張れ、安保法制国会通過良かったです。大人の人たちは日本が他の国々に負けぬよう、尖閣諸島、竹島、北方領土を守り、日本を我が物として扱っている中国、韓国が心を改め、これ、文科省は、それは教育、私学であるということを鑑みて、私立なんですよね、森友学園。学校法人が森友学園ですから。私立の幼稚園ですから、私立の幼稚園として、踏み込めないというのが当時の文科省の判断です。で、これが私立の教育なので、問題がないと言われてる文科省が、辺野古の平和学習は問題だっていう理由は一体何なんです？同志社も私学やん。いや、だからミルクボーイのネタみたいになるのよ。文科省がな、幼稚園児が安倍総理頑張れ、安倍総理頑張れ言うのはね、私学やから政治的中立の原則に照らし合わせて判断しないって言うねんって。ほな判断せえへんのちゃうか。せやけどな、同志社の話はな、政治的中立違反や言うねん。ほな政治的中立違反なんちゃうか。いや、文科省の指導が安全管理義務違反やったらね、俺こんなこと言わないですよ。それは平和学習であれなんであれ、普通の移動であれなんであれ、乗る船、乗るバス、乗るタクシー、乗る電車はちゃんと安全確認してからね、やりましょうよと。いうのはね、それはわかりますよ。で、そこを指導するんであれば政治的云々っていう話にならんと、あなたが教職員として当然やるべきであった安全管理義務を履行していませんよねという指導はあってしかるべきだと思いますよ。だから言うてんのやん。だからいじめたいだけでしょ？いじめたいだけやったらいじめたいだけって言えって。で、これも言論というもののついでで言うけども、これ、学校現場っていうのは、教育基本法で政治的中立性っていうのを求められてるんです。政治的中立性っていうのはどういうことかというと、特定の国政政党を応援しないということです。あるいはその逆ね、特定の国政政党を応援したり、あるいは排斥したりしないというのが政治的中立ということです。なので僕はこれは政治的中立違反だと思うんです、こっちは。で、辺野古の反対してる人の船に乗るのも、辺野古作ってる土建屋のタクシーに、トラックに乗るのも、どっちに乗ろうと政治的中立だと思うんですよ。だって政党関係ないねもん。辺野古の埋め立てそのものには。あれは行政の発動ですからね。
修学旅行の行き先としてね、辺野古の埋め立てをしている、4トントラックの助手席に高校生が乗るのと、反対してる人らの船に乗るのとでは、政治的手垢のつき方は一緒です。だって手垢ゼロなんだもん、両方とも政治的には。法律の条文の書きようは、特定の政党を支持したり、反対したりしてはいけませんって書いてあるだけやからね。だって、あれ、自民党が工事してんの？辺野古の埋め立てあれ自民党がやってんの？自民党がやってるんじゃないでしょ？国土交通省がやっとるわけでしょ？なんやったら防衛省がやっとるわけでしょ？防衛省がやっとることをどう見ようが政治的中立ですよ。で、それが政治的中立じゃないと思える人は、これが政治的中立だと思ってるいびつな人だけですよ。これを政治的に中立やと思ってるから、すなわち自民党を国家だと思ってるから、国家がやってることに反対してることは自民党に反対してることだと思ってるだけの話ですよ。自分たちが政治的に中立でないということを文科省は言ってしまってんのよ。なんで公共事業がだよ、政治的中立かどうかの判断材料に用いられんねん。で、それに、どうのこうの言う側についたから政治的にどうかなってる言うてんのは、それ、語るに落ちてるよね。辺野古の公共事業は、純粋な公共事業じゃなくて政治的な意味合いを持ってるんですって。自分で自分の首絞めてしもてるよね。ああ、なるほど。自民党さん的には、あるいは文科省さん的には、あれなんですか？辺野古の公共事業というのは単なる公共事業ではなくて、政治的な色彩を帯びてるというご認識なんですねって話でしかないですよ。はい。これが言論です。俺が言うてるその右左上下どっちでも構わへんけども、クオリティコントロールせえというのはこういうことです。産経新聞がやってること、YouTube のネトウヨチャンネルがやってることは、単なるセンセーショナリズムです。単なるセンセーショナリズムであり、いじめです。言論でも何でもない。これが言論です。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。